皆さんお疲れ様です。日本語チューターのかなです。皆さんは日本でレンタカーを借りたことがありますか？次の旅行で借りたいと思ってる人いますか？今回はどこでも安心してレンタカーを借りられるようになりたいという人のためのちょっと上級レッスンです。実際に私たちが京都でレンタカーを借りた時の会話と、友人が北海道に旅行に来てレンタカーを借りた時の会話をもとに作りました。この会話では日本の運転免許ではなくて、外国の運転免許を持っている旅行に来ている人を想定して作っています。パスポートと国際運転免許証のご提示をお願いいたします。はい。1日あたり550円プラスしていただくと、このフルサポートプランという保証に変更することができまして、はいはい。こちらでしたらご負担金は全くないプランになるんですが、今回いかがされますか？じゃあ、このフルサポートプランでお願いします。聞き取れましたか？この動画の最後には全部わかるようになります。この動画には3つのステップがあります。日本語の字幕付きで会話を聞く、言葉とフレーズを学ぶ、シャドーイングとロールプレイで会話練習。この会話どれくらいわかりますか？今回は日本の字幕ありで見てみましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。6時半から予約してた木村なんですけど。木村様ですね。ありがとうございます。パスポートと国際運転免許証のご提示をお願いいたします。はい。はい、ありがとうございます。運転者様をお一人でお間違いないですか？はい。はい、パスポートと免許証の方、コピー取らせていただいてもよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。はい。はい、ありがとうございます。ご返却は2日後の3月16日の18時半でよろしいですか？はい。問題ないです。はい、ありがとうございます。保険と保証制度なんですけれども、ただいまお客様が選択されている保険内容、スタンダードプランという内容になっておりまして、はい。万が一事故があった場合なんですが、休業保障のちょっとご負担金が出てくるプランとなっております。はい。自走ができる事故で2万円、自走ができない事故で5万円のご負担金が出てきてしまうんですが、はい。1日あたり550円プラスしていただくと、このフルサポートプランという保証に変更することができまして、はいはい。こちらでしたらご負担金は全くないプランになるんですが、今回いかがされますか？じゃあ、このフルサポートプランでお願いします。こちらでかしこまりました。ありがとうございます。それではパスポートと免許証をお返しいたします。はい。では、保険内容フルサポートプランでお間違いなければ、こちらにサインをお願いいたします。はい。はい。では、お戻りいただく際なんですが、ガソリンは満タンになっているので、満タンでご返却をお願いしております。はい。赤のノズルですので、お間違いないように給油をお願いいたします。はい。こちらの車検証ブック、車のドアポケットに積ませていただくんですが、ここに近隣のガソリンスタンドの地図を入れております。はい。最後、満タン証明として、レシート確認させていただいてますので、レシートのお持ち帰りだけお願いいたします。はい。料金なんですけれども、今日はこちらになりますが、高速道路、ETC の使用料金、使った分だけの精算は帰った時にさせていただきます。わかりました。こちらが ETC の同意書になっております。この部分読んでいただいて、チェック、ここに4箇所お願いしてもいいですか？はい。お願いします。はい、ありがとうございます。こちらにもサインをお願いいたします。はい。ここにサインしますか？はい、こちらにお願いいたします。ありがとうございます。それではお会計の方させていただいてもよろしいですか？はい。カードで。こちらの金額ですね。じゃあタッチをお願いいたします。はい、ありがとうございます。お客様のお控えです。出発前のお手続き以上になりますので、お車の方にご案内いたします。はい。どうでしたか？今は全然わからなくても大丈夫です。
お客さんが話すことは少ないですが、理解しなきゃいけないことがたくさんあるので、今回は初めてレンタカーを借りる人でも分かるように日本のレンタカーのシステムもじっくり解説していきます。前にレンタカーを借りたことがあって全部解説を聞かなくても大丈夫っていう人は、予約の確認、保険、ガソリン、高速道路で使う ETC の説明など、内容ごとにチャプターを分けているので、解説を聞きたい部分だけ選んで聞いてみてください。じゃあまずはお店に入って、店員さんが予約を確認するところからですね。最初にお客さんは何て言いましたか、聞いてみましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。6時半から予約してた木村なんですけど。6時半から予約してた木村なんですけど、居酒屋のレッスンでも紹介したフレーズです。予約している時最初によく言うフレーズですね。次に店員さんが手続きに必要なものを言っています。何ですか？聞いてみましょう。6時半から予約してた木村なんですけど。木村様ですね。ありがとうございます。パスポートと国際運転免許証のご提示をお願いいたします。はい。1つ目はパスポートですね。2つ目は聞き取れましたか？国際運転免許証ですね。ジュネーブ条約に加盟している、入っている国、地域出身の方はレンタカーを借りるときにこの免許証が必要です。ちなみに自分の国の免許証と公式な日本語翻訳文で借りられる国、地域もあるので、これから日本でレンタカーをする予定のある人は確認してみてね。パスポートと国際運転免許証のご提示をお願いいたします。このご提示をお願いいたします。ホテル会話でも出てきました。提示するというのは見せるのフォーマルな言い方です。ご提示をお願いいたしますは見せてくださいという意味ですね。フレーズとして覚えておいてください。パスポートと免許証を渡すとき、はいだけじゃなくて何か言いたいという気持ちになるかもしれないです。はいというだけで全然失礼ではないんですが、お願いしますと一緒に言っても自然です。じゃあ、その後に店員さんが2つ質問するので何を聞いているか聞いてみましょう。パスポートと国際運転免許証のご提示をお願いいたします。はい。はい、ありがとうございます。運転者様をお一人でお間違いないですか？はい。はい、パスポートと免許証の方、コピー取らせていただいてもよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。聞き取れましたか？最初の質問は、運転者様はお一人でお間違いないですか？ですね。運転者様は運転する人をとても丁寧に言っています。レンタカーをオンラインで予約するときに運転する人の情報を入れていると思うので、その情報が正しいかどうか確認していますね。お間違いないですか？これもよく使うフレーズです。間違いがなかったらはいと言います。もし運転する人を1人追加したいという時は、すいません、もう1人運転者を追加してもいいですか？と聞くことができます。大体大丈夫だと思うので、その場合は運転する人全員のパスポート、国際運転免許証が必要になります。じゃあ、店員さんの2つ目の質問ですね。パスポートと免許証の方、コピー取らせていただいてもよろしいですか？コピーを取ってもいいですか？お客さんの許可を取っていますね。これをもっと丁寧に言って、取らせていただいてもよろしいですか？と言っています。この会話はセルフチェックインをしていることを想定していますが、セルフチェックインができなかった時、カウンターで契約書に名前や住所などを書くことがあります。そんな時の会話、そしてレンタカーを返す場所が違う場合などの会話と解説はオニマトペメンバーシップで公開しています。もっと深く学びたい人はぜひオニマトペメンバーになってみてね。この後は予約していた車を返す時間を店員さんが確認しているので聞いてみましょう。少々お待ちください。はい。はい、ありがとうございます。
ご返却は2日後の3月16日の18時半でよろしいですか？はい、問題ないです。はい、ありがとうございます。またレンタカーを借りるときにとても大切な言葉が出てきましたね。返却です。返すという意味のフォーマルな言葉ですね。よくご返却と丁寧に店員さんが名詞として使います。お客さんはごはつけないで大丈夫です。返却ということができます。ご返却は2日後の3月16日の18時半でよろしいですか？いいですかと丁寧に聞いているので、よかったらはい大丈夫ですとか問題ないですということができます。じゃあ変更したいときはどうしますか？例えば返す時間を2時間遅くしたい、こういうときどうやって言いますか？すいません、2時間延長ってできますか？と聞くことができます。延長するは予定の時間より長くするという意味ですね。もし延長できたら料金がどれくらい変わるかも聞きたいですよね。そんな時、じゃあどうやって聞きますか？どのくらいかかりますかね？いくらくらいになりますかね？かかりますか？じゃなくてかかりますかね？と聞いているのは、お客さんがお店の人にお願いしている状況なので、少しすいませんと遠慮している感じがあります。そういう時に何々ですかね、かねというふうに言います。ちなみに返す日に何か理由があって返す時間にどうしても間に合わないという時は、必ずその時間の前にレンタカーのお店に連絡するようにしてください。何も言わないで、例えば1時間2時間遅れてしまうと2倍の料金がかかったり、ペナルティ料金がかかるお店もあるので、本当に気をつけてください。もしかしたら帰ってくる時間が間に合わないかもしれないと不安な時は、カウンターで最初に延長をお願いするのをお勧めします。次はいよいよ保険についての説明です。私もヨーロッパのいろんな国でレンタカーを借りたんですけど、その時に一番難しいなと思ったのがこの保険なんですよね。このレッスンでは日本のレンタカーを借りる時によくあるその保険のプランを紹介するので、こういうシステムなんだなと知ってもらえたら少し安心できるかなと思います。じゃあ聞いてみましょう。はい、ありがとうございます。保険と保証制度なんですけれども、ただいまお客様が選択されている保険内容、スタンダードプランという内容になっておりまして、はい。たくさん難しい言葉が出てきましたね。一つずつ確認していきましょう。まず保険と保証制度という言葉が出てきました。保険というのは事故とか怪我などのいろんなリスクがあった時のためにお金を払って会社に助けてもらう制度のことです。保証制度はどんなダメージに会社がどれくらいお金を払うかという保険の内容のことですね。この保険保証制度は会社によって違ってプランの名前も違うんですけど、内容は似ていることが多いので、ここでは一つの例を見てみましょう。ここではお客さんは真ん中のスタンダードプランを選んでいます。できれば安いプランがいいですよね。じゃあ一番安いプランから見ていきましょう。ライトプランです。どのレンタカー会社もこのライトプランのような基本の保証はレンタカーの料金にもともと入っているので0円となってますね。でもこのプランが保証できないことが結構あって、もし事故があった場合、例えば自分の車の修理に30万円かかりますっていう時、5万円は絶対に自分で払わなきゃいけないんですよね。残りの20万円は会社が払います。他の車にぶつかったり物にぶつかったりした時も同じです。5万円は絶対に自分で払わなきゃいけないっていうルールがあるんですよね。他にもお金を出してもらえないことがいろいろあるので、一番高くて25万円払わなきゃいけないっていうことです。ちょっとそれは不安だなっていう人、2番目に安いスタンダードプランを見てみましょう。1日1650円プラスで払いますね。2日借りるので3300円払います。ライトプランでは自分の車の修理とか物の修理でそれぞれ5万円は自分で払わなきゃいけないっていうルールがありました。
このプランではそれは無料になります。やったー。でも事故があったらまだ5万円払わなきゃいけないの？事故があって車を修理しなきゃいけないとき、その車をレンタカー屋さんは貸すことができないですよね。それはお店の人が仕事ができなくてちょっと困るので、その時は一番高くて5万円払ってくださいっていうことなんですよね。日本語で休業保証と言ったり、カタカナでノンオペレーションチャージ、NOC と言ったりします。これはいろんな国で使われていますね。休業保障について店員さんがもう少し詳しく説明しているので、続きを聞いてみましょう。スタンダードプランという内容になっておりまして、はい。万が一事故があった場合なんですが、休業保障のちょっとご負担金が出てくるプランとなっております。はい。自走ができる事故で2万円、自走ができない事故で5万円のご負担金が出てきてしまうんですが、自走ができる事故で2万円。これ意味は車を修理しなきゃいけないけど、まだ動いて自分で走れることを自走可能と言います。この時はもう少し安い2万円を払います。自走ができない事故で5万円のご負担が出てきてしまう。車が動かないときは5万円のご負担金が出てきてしまうと言ってましたね。ご負担金、これは自分で払わなきゃいけないお金のことです。どうですか？事故があったら2万円は絶対に払わなきゃいけない。払わなくていい方法ないですかね？店員さんが紹介してくれています。続きをもう少し聞いてみましょう。自走ができる事故で2万円、自走ができない事故で5万円のご負担金が出てきてしまうんですが、はい。1日あたり550円プラスしていただくと、このフルサポートプランという保証に変更することができまして、はいはい。こちらでしたらご負担金は全くないプランになるんですが、今回いかがされますか？お客さんは予約した時にスタンダードプランを選んでいました。でも1日550円追加して払うと一番高いフルサポートプランに変えることができると言ってましたね。ご負担金は全くないプランになるんですが、今回いかがされますか？ご負担金は全くないということは、大きい事故があっても自分で何も払わなくていいということですね。1日550円だけ高く払ったら、事故があった時のことを心配しなくていいよっていうのはね、結構気持ち的に大きい違いがありますよね。ちなみに私たちもヨーロッパでレンタカーを借りてサイドミラーを割られたんですけど、フルサポートプランじゃなかったので高いお金を払わなきゃいけなくて、それからレンタカーを借りるときは絶対にフルサポートプランにするようにしています。じゃあお客さんはどのプランを選びますか？続きを聞いてみましょう。こちらでしたらご負担金は全くないプランになるんですが、今回いかがされますか？じゃあこのフルサポートプランでお願いします。こちらでかしこまりました。ありがとうございます。それではパスポートと免許証をお返しいたします。はい。では保険内容フルサポートプランでお間違いなければ、こちらにサインをお願いいたします。はい。はい、プランを変更してましたね。じゃあこのフルサポートプランでお願いしますと言ってました。もしプランを変更しないでスタンダードプランを選ぶときはどうやって言いますか？スタンダードプランで大丈夫ですとか、で大丈夫ですということができます。フルサポートプランでお間違いなければ、こちらにサインをお願いいたしますと店員さんが言ってました。お間違いなければ、間違いがなかったら、正しかったらという意味ですね。保険内容を確認してサインしました。次はガソリンの話です。店員さんがお客さんに大切なお願いをしているので、よく聞いてみてください。こちらにサインをお願いいたします。はい。はい。ではお戻りいただく際なんですが、ガソリンは満タンになっているので、満タンでご返却をお願いしております。はい。赤のノズルですので、お間違いないように給油をお願いいたします。はい。お戻りいただく際、お戻りは戻る、帰るという意味の丁寧な形ですね。で、お客さんが帰ってくるときというのを丁寧に言っています。
ガソリンは満タンになっているので、日本で車を運転するときに知っておいた方がいい言葉の一つですね。満タンです。満はいっぱいという意味ですね。タンはタンクなので、英語の full tank と同じ意味の言葉ですね。ガソリンは満タンになっているは、今ガソリンがタンクいっぱいに入っているという意味です。その後に満タンでご返却をお願いしておりますと言っていました。ガソリンをタンクいっぱいに入れて戻ってきてくださいということですね。日本のレンタカー屋さんはほとんどのお店で満タンで返すことになっています。もし満タンにしていなかったら、どれくらい走ったかをレンタカーの会社の人が計算して後でお金を払わなきゃいけないんですが、自分でガソリンを入れる時よりもだいたい高くなるので、必ず返す前に自分でガソリンを入れることをお勧めします。店員さんがその後に入れるガソリンの種類について気をつけてくださいと教えてくれていました。何色のガソリンって言ってましたか？赤ですね。赤のノズルって言ってました。ノズル、英語のナゾですね。国によって色が違うと思うので気をつけてください。普通の車のガソリンはレギュラー、赤色ですね。ハイオクは黄色、英語のハイオクテインから来ています。高級な車とかヨーロッパの車はハイオクを使うらしいですね。軽油は緑色です。これだけカタカナじゃなくて漢字ですね。カタカナでディーゼルとも言います。英語のディーゾルですね。トラックとか SUV の車で使うらしいです。赤のノズルですのでお間違いないように給油をお願いしますと店員さんが言ってました。給油はガソリンを入れることですね。間違えないで赤のノズルでガソリンを入れてくださいという意味です。じゃあガソリンはどこのガソリンスタンドで入れたらいいですか？続きを聞いてみましょう。赤のノズルですのでお間違いないように給油をお願いいたします。はい。こちらの車検証ブック、車のドアポケットに積ませていただくんですが、ここに近隣のガソリンスタンドの地図を入れております。はい。車検証というものが出てきました。車屋さんがこの車に乗って安全ですよということを証明する書類ですね。日本の法律で車を運転するときはいつもこの車検証を持っていなきゃいけないと決まっています。店員さんが車検証が入っているファイルのことを車検証ブックと言ってました。事故など何かあった時にも必要なので、どこにあるか覚えていた方がいいですね。車検証をドアポケットに積ませていただくと言ってました。ドアポケットはここですね。事故などがあった時に絶対に必要なので、どこにあるか覚えておくといいですね。近隣、ここに近隣のガソリンスタンドの地図を入れておきます。近隣ですね。近隣は漢字を見ると近いと隣と書きます。音読みで近隣と読みますね。意味は近くと同じですが、もっとフォーマルな言い方です。返す場所の近くのガソリンスタンドの場所がわかる地図ですね。絶対にこの地図にあるガソリンスタンドでガソリンを入れなきゃいけないということではないですが、ガソリン満タンで返すので、できるだけ近くのガソリンスタンドを見つけられるといいかなと思います。もう一つ店員さんから大切なお願いがあるので聞いてみてください。ここに近隣のガソリンスタンドの地図を入れております。はい。最後、満タン証明としてレシート確認させていただいてますので、レシートのお持ち帰りだけお願いいたします。はい。最後、満タン証明としてレシート確認させていただいてます。満タン証明ですね。満タンであることを見せられるものです。レシート確認させていただくというのは、店員さんがレシートを確認する、見るということですね。レシートでじゃあ何を見ますか？いつお客さんがガソリンを入れたかと、どこのガソリンスタンドかを確認しますね。レシートのお持ち帰りだけお願いいたしますと最後に言ってました。お持ち帰り、これはね、テイクアウトの意味でよく使いますよね。
でも持ち帰るというのは持って帰る、これの名詞が持ち帰りなので、ここではレシートを持って帰ってきてくださいという意味です。さっき言ったようにこの満タンであることを見せられるものが必要なので、必ずこのレシートは捨てないで、なくさないで持って帰るようにしてください。この後はお客さんが高速道路を使うときに必要なもののお話です。レシートのお持ち帰りだけお願いいたします。はい。料金なんですけれども、今日はこちらになりますが、高速道路 ETC の使用料金、使った分だけの精算は帰った時にさせていただきます。わかりました。国によって高速道路を使う時のその料金の払い方は全然違いますよね。日本の高速道路は基本的には2つお金を払う方法があります。まず1つ目、ここで出てきた ETC は英語で Electronic Toll Collection System っていうみたいです。初めて私も知りましたけど、どんなシステムかっていうと、車についている ETC 車載機っていうこういう機械に ETC カードを入れていると、高速道路の入り口で通行券は取らなくても自動でゲートが開いて、出口でも何も支払いはしないで出ることができます。出る時にこういうふうに値段が出るんですけど、これは後で登録しているクレジットカードにお金が請求されます。このレンタカー屋さんでこの ETC をレンタルする時は自分のクレジットカードは登録しないで大丈夫です。レンタカーを返す時にレンタカー屋さんにその分の料金を払えば大丈夫です。オンラインで予約するときに ETC レンタルを選ぶか、カウンターで ETC のレンタルってできますかと聞くことができると思います。もう一つのお金の払い方はもっと簡単ですね。高速道路の入り口で通行券を取るとゲートが開くので、出口でその券を精算機に入れて現金かクレジットカードで払うことができます。ここでちょっと注意しなきゃいけないのが、デビットカードとプリペイドカードは使えないんですよね。もしクレジットカードも現金もないっていう時は、係の人から郵便局でお金を払うための納付書っていう紙をもらって、後で郵便局に行って払わなきゃいけないということがね、実際にあったみたいなので、もしクレジットカードがなかったら現金を準備しておかないといけないですね。入り口と出口も ETC 専用と一般、ETC と一般はどっちでも大丈夫という意味ですね。こういうレーンがあります。ETC を使っていないときは一般レーンに行かなきゃいけないので注意してください。じゃあ最後にいろんな書類にサインをします。聞いてみましょう。高速道路 ETC の使用料金、使った分だけの精算は帰ったときにさせていただきます。わかりました。こちらが ETC の同意書になっております。この部分読んでいただいてチェック、ここに4箇所お願いしてもいいですか？はい。ETC の同意書ですね。同意書というのは書いてあることを理解しましたと言ってサインする書類のことです。チェックボックスにチェックをしてサインします。書類で書ける場所がたくさんあるとき、どこに書くかわからないですよね。そんな時は、ここにサインしますかとか、ここですかと聞くことができます。はい、それではいよいよお会計です。ありがとうございます。それではお会計の方させていただいてもよろしいですか？はい。カードで。こちらの金額ですね。じゃあタッチをお願いいたします。はい、ありがとうございます。お客様のお控えです。出発前のお手続き以上になりますので、お車の方にご案内いたします。はい。出発前のお手続き以上になりますので、お車の方にご案内いたします。出発前のお手続きと言ってました。パスポートなどを確認したり、書類にサインしたりするレンタカーを借りる前の準備のことですね。こういうものを手続きと言います。以上になりますはこれで全部ですという意味ですね。お車の方にご案内いたしますと最後言ってました。車があるところに店員さんがお客さんを連れて行くということですね。この続きはまた次の動画で練習します。楽しみにしていてください。
はい、全部の会話を確認しました。たくさん情報があったので頭が疲れましたよね。私も疲れました。一回休みたい人はここまでで、また今度動画に戻ってきて練習してみてください。まだ練習を頑張ってみたい人はロールプレイで聞いて理解して返事をするという練習をやってみましょう。スタッフの方の言っていることをよく聞いて、お客さんの役になって話してみましょう。いらっしゃいませ。木村様ですね。ありがとうございます。パスポートと国際運転免許証のご提示をお願いいたします。はい、ありがとうございます。運転者様をお一人でお間違いないですか？はい、パスポートと免許証の方、コピー取らせていただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。少々お待ちください。はい、ありがとうございます。ご返却は2日後の3月16日の18時半でよろしいですか？はい、ありがとうございます。保険と保証制度なんですけれども、ただいまお客様が選択されている保険内容、スタンダードプランという内容になっておりまして、万が一事故があった場合なんですが、休業保障のちょっとご負担金が出てくるプランとなっております。自走ができる事故で2万円、自走ができない事故で5万円のご負担金が出てきてしまうんですが、1日あたり550円プラスしていただくと、このフルサポートプランという保証に変更することができまして、こちらでしたらご負担金は全くないプランになるんですが、今回いかがされますか？こちらでかしこまりました。ありがとうございます。それではパスポートと免許証をお返しいたします。では、保険内容フルサポートプランでお間違いなければ、こちらにサインをお願いいたします。はい。では、お戻りいただく際なんですが、ガソリンは満タンになっているので、満タンでご返却をお願いしております。赤のノズルですので、お間違いないように給油をお願いいたします。こちらの車検証ブック、車のドアポケットに積ませていただくんですが、ここに近隣のガソリンスタンドの地図を入れております。最後、満タン証明としてレシート確認させていただいてますので、レシートのお持ち帰りだけお願いいたします。料金なんですけれども、今日はこちらになりますが、高速道路 ETC の使用料金、使った分だけの精算は帰った時にさせていただきます。こちらが ETC の同意書になっております。この部分読んでいただいて、チェック、ここに4箇所お願いしてもいいですか？はい、ありがとうございます。こちらにもサインをお願いいたします。はい、こちらにお願いいたします。ありがとうございます。それではお会計の方させていただいてもよろしいですか？こちらの金額ですね。じゃあタッチをお願いいたします。はい、ありがとうございます。お客様のお控えです。出発前のお手続き以上になりますので、お車の方にご案内いたします。次は日本語の字幕がないので、相手の言っていることをよく聞いて話してみてください。いらっしゃいませ。木村様ですね。ありがとうございます。パスポートと国際運転免許証のご提示をお願いいたします。はい、ありがとうございます。運転者様をお一人でお間違いないですか？はい、パスポートと免許証の方、コピー取らせていただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。少々お待ちください。はい、ありがとうございます。ご返却は2日後の3月16日の18時半でよろしいですか？はい、ありがとうございます。
保険と保証制度なんですけれども、ただいまお客様が選択されている保険内容、スタンダードプランという内容になっておりまして、万が一事故があった場合なんですが、休業保障のちょっとご負担金が出てくるプランとなっております。自走ができる事故で2万円、自走ができない事故で5万円のご負担金が出てきてしまうんですが、1日あたり550円プラスしていただくと、このフルサポートプランという保証に変更することができまして、こちらでしたらご負担金は全くないプランになるんですが、今回いかがされますか？こちらでかしこまりました。ありがとうございます。それではパスポートと免許証をお返しいたします。では、保険内容フルサポートプランでお間違いなければ、こちらにサインをお願いいたします。はい。では、お戻りいただく際なんですが、ガソリンは満タンになっているので、満タンでご返却をお願いしております。赤のノズルですので、お間違いないように給油をお願いいたします。こちらの車検証ブック、車のドアポケットに積ませていただくんですが、ここに近隣のガソリンスタンドの地図を入れております。最後、満タン証明として、レシート確認させていただいてますので、レシートのお持ち帰りだけお願いいたします。料金なんですけれども、今日はこちらになりますが、高速道路、ETC の使用料金、使った分だけの精算は帰った時にさせていただきます。こちらが ETC の同意書になっております。この部分読んでいただいて、チェック、ここに4箇所お願いしてもいいですか？はい、ありがとうございます。こちらにもサインをお願いいたします。はい、こちらにお願いいたします。ありがとうございます。それではお会計の方させていただいてもよろしいですか？こちらの金額ですね。じゃあタッチをお願いいたします。はい、ありがとうございます。お客様のお控えです。出発前のお手続き以上になりますので、お車の方にご案内いたします。最後のチャレンジです。本当にそこにいる想像をしながら自然なスピードで会話をしてみましょう。いらっしゃいませ。木村様ですね。ありがとうございます。パスポートと国際運転免許証のご提示をお願いいたします。はい、ありがとうございます。運転者様をお一人でお間違いないですか？はい、パスポートと免許証の方、コピー取らせていただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。少々お待ちください。はい、ありがとうございます。ご返却は2日後の3月16日の18時半でよろしいですか？はい、ありがとうございます。保険と保証制度なんですけれども、ただいまお客様が選択されている保険内容、スタンダードプランという内容になっておりまして、万が一事故があった場合なんですが、休業保障のちょっとご負担金が出てくるプランとなっております。自走ができる事故で2万円、自走ができない事故で5万円のご負担金が出てきてしまうんですが、1日あたり550円プラスしていただくと、このフルサポートプランという保証に変更することができまして、こちらでしたらご負担金は全くないプランになるんですが、今回いかがされますか？こちらでかしこまりました。ありがとうございます。それではパスポートと免許証をお返しいたします。では、保険内容フルサポートプランでお間違いなければ、こちらにサインをお願いいたします。はい。では、お戻りいただく際なんですが、ガソリンは満タンになっているので、満タンでご返却をお願いしております。赤のノズルですので、お間違いないように給油をお願いいたします。こちらの車検証ブック、車のドアポケットに積ませていただくんですが、ここに近隣のガソリンスタンドの地図を入れております。
最後満タン証明としてレシート確認させていただいてますので、レシートのお持ち帰りだけお願いいたします。料金なんですけれども、今日はこちらになりますが、高速道路 ETC の使用料金、使った分だけの精算は帰った時にさせていただきます。こちらが ETC の同意書になっております。この部分読んでいただいて、チェック、ここに4箇所お願いしてもいいですか？はい、ありがとうございます。こちらにもサインをお願いいたします。はい、こちらにお願いいたします。ありがとうございます。それではお会計の方させていただいてもよろしいですか？こちらの金額ですね。じゃあタッチをお願いいたします。はい、ありがとうございます。お客様のお控えです。出発前のお手続き以上になりますので、お車の方にご案内いたします。お疲れ様でした。最後まで見てくれた方、本当にすごいと思います。ぜひ日本の旅行でのドライブを楽しんでください。それでは、いってらっしゃい。スクリプトを見てシャドーイングの練習をしたい人は赤鬼メンバーシップで待ってるよ。